真空ハンターの皆さん、こんにちは。この動画では、レイの新しい伝説ストーリー、神に祝われし新章について、物語に織り交ぜられた古代金刀や神話などに関する要素を自分なりの視点で考察、解説していきたいと思います。専門家ではありませんので、間違いや勘違いがあるかもしれませんが、温かい目で見ていただけるとありがたいです。それでは、しばらくの間、お付き合いいただければ幸いです。今回の物語は、レイが主人公を蘇らせるため、帰らざる地へと足を踏み入れる場面から始まります。冥界へ下るというモチーフは、世界中の神話に見られるものです。特に、愛する者を取り戻すために冥界へ下るという要素は、ギリシャ神話の有名な物語の一つである、死んでしまった妻、エウリュディケを冥界から連れ戻そうとしたオルフェスの物語と重なります。レイは冥界の奥深くへ進むために、七重の門を一つずつくぐり抜けていきます。門を一つくぐるたびに力を失っていく。これは、メソポタミア神話の女神エシュタルの冥界下りを思わせます。ところで、門はなぜ7なのでしょうか？古代メソポタミアでは、肉眼で観測できる主要な天体、太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星が特に重視されていました。これらはそれぞれ神々と結びつけられ、7という数字は神聖なものとして扱われるようになったのです。イシュタルがくぐる7つの門も、その象徴を体現しているのでしょう。帰らざる地の奥には、金色の天秤があり、片方には蘇生の石が置かれていました。この冥界の天秤のイメージは、エジプト神話の死者の審判がモデルでしょうか。古代エジプトでは、人は死後に審判を受けると考えられていました。死者の心臓と王の女神マートの羽が天秤にかけられ、心臓が羽より軽ければ楽園へ進むことができます。しかし重ければ怪物に食べられてしまいます。心臓が重いということは、生前に罪を犯したことを意味しました。レイが胸から取り出したその身の内で最も重いもの、それは天秤を傾かせました。先ほどの話を踏まえると、まるで彼が罪を犯したことを象徴しているかのようです。彼の罪とは何でしょう？一つ、思い当たることがあります。秘密の塔では、レイが誰かを愛することは許されない、という描写がありました。今回の物語においても、これが罪を意味するのではないでしょうか。心に抱く主人公への愛が、天秤を傾かせたのかもしれません。蘇生の石を手に入れたレイは、主人公を蘇らせました。そして、主人公のための世界を作り上げます。さて、今回の物語の舞台となる都市の名は、ネアです。ここで、ネアの表記を、簡体字と英語で見てみましょう。簡体字の、ニエアは、ネハンの、ネ、の字を使っています。英語の、ニアバは、ニルバーナと音の響きが似ています。このことから、ネアとは、ネハンを意味していると推測できるのではないでしょうか。ネハンとは、仏教において、輪廻転生の苦しみから解放された、境地を指す言葉です。生と死を繰り返す主人公に、もう解放されてほしい。ネアには、そんな思いが込められているのかもしれませんね。やがてどこかの谷で、レイと主人公は再会します。主人公は、レイがこの世界の存在でないことに気づき、レイにケンメイの石に名前を刻むことを要求します。名を刻まなければ存在が消えるというのは、古代エジプトの価値観と重なります。石に名を刻むことで、死後も永遠に存在し続けることができると信じられていたのです。逆に、名前を消されることは、存在そのものの消失を意味しました。古代エジプトにおいて、名前は非常に重要なものだったんです。ケンメイの石は、メソポタミア神話に登場する、運命の石板をモデルにしているのではないでしょうか。運命の石板には、この世のあらゆる生命の運命が記されていると伝えられています。神話では、運命の石板が、会長、アンズに盗まれるというエピソードがあります。金色蝶の英語版は、ゴールデンアンズ。このアンズが由来になっていそうですね。石板の所有者とされる神は、神話によって様々です。その中の一柱である神、ナブーは、くさび型文字を作った神であるとされることから、知恵の神や初期の神として扱われます。ナブーという名の由来は、預言者という意味を持ち、彼を奉ったボルシッパのエジダ神殿には、図書館だったと伝えられています。ところで、レイス先生は、カオスウェブの番外エピソードで、彗星と占われていました。また、彼はこのイラストで、
ケリュケイオンという杖を握っています。この杖はギリシャ神話の神で水星と結びつけられるヘルメスの持ち物とされます。メソポタミアでは水星はナブと結びつけられました。レイとナブ、共通点が多くて興味深いですね。主人公とレイが再会してからしばらく経ったある時から、レイは主人公に様々な贈り物をします。この辺りの話はメソポタミア神話の神エンキを思い起こさせます。エンキは水、知識、豊穣、工芸を司る神であり、人類に分娩の知恵を授けた存在とされます。メソポタミア神話では最高神エンリルが人類を滅ぼそうとし、様々な手段を使いますが、エンキによって阻止されます。病を防ぐという要素は今回の物語にも描かれていましたね。レイは少年に外科処置を施しますが、古の時代にこのようなことは可能だったのでしょうか。世界最古級の医学書であるエドイン・スミス・パピルスには外科的な症状の観察と処置方法が記録されています。傷口の縫合や蜂蜜による感染予防も行われていました。また、ケシやマンドレイク、ヒヨスといった植物が鎮痛や鎮静に使われていました。これらの植物には強い毒性を持つアルカロイドが含まれていますが、適切な量を用いることで感覚を鈍らせ、痛みを和らげることができました。ケシから得られる成分は後にモルヒネとして生成され、現代の医療でも鎮痛薬として使われています。古代エジプトの医学、特に外科は数千年前にもかかわらず驚くほど進んでいたんですね。話を戻しますが、この洪水神話は聖書に描かれるノアの箱舟伝説の起源と考えられています。メソポタミア文明はチグリス川とユーフラテス川の間に築かれました。ネアにもウルタマ川とイガル川という2つの川が流れていますね。そもそもメソポタミアとは川の間の土地を意味します。川は人々に豊穣をもたらす一方で、時に洪水などの災悪をもたらす存在でもあったのです。また、エンキにまつわる神話は他にもいろいろあり、エンキが女神になんだ後のイシュタルに酒を勧められ、酔った隙に力を奪われてしまったというエピソードはこのシーンと重なりますね。レイの贈り物によってネアはどんどん発展していき、ラピスラズリと金で作られた守護神の像が建てられます。古代金塔ではラピスラズリと金は特別な意味を持ちました。ラピスラズリは青地に金色の斑点を含む見た目から星空を思わせ、天界や神聖さと結びつけられました。古代エジプトでは輸入されたラピスラズリが呉服や装飾品に用いられ、特に天空神ホルスの象徴であるホルスの目によく使われました。一方、金は腐食しないことから永遠の象徴とされ、輝きによって太陽と結びつけられました。金は太陽神ラーの肉体とされ、神々の不滅性を表す物質と考えられました。太陽というと、終焉の神の衣装には特徴的な装飾があります。このデザインは有翼日輪に似ています。有翼日輪は古代金塔で見られる神の力や王の権威を表すシンボルで、エジプトの太陽神と結びつくほか、メソポタミアではアッシリアの神アッシュールを象徴する印象などにも見られます。古代エジプトでは太陽はラをはじめアテンやケプリなど多様な形で神格化されました。太陽は日没と日の出を繰り返すことから死と再生の象徴ともされました。睡蓮は夜に閉じ、昼になると再び花を開くことから太陽と結びつけられ、再生や復活の象徴として神聖視されました。太陽神ラーが睡蓮の花の中から生まれたという神話もあり、古代エジプトの様々な装飾で見られます。今回の衣装やイベント画面などでも取り入れられていますね。また太陽はラの目とされ、神の力によって世界を見通し、不敬な人間を罰する存在と考えられました。この破壊的な側面は女神の姿をとり、セクメトやバステト、ハトホルなどと同一視されました。月もまた神格化され、ホルスの目とされ、破壊的なラーの目に対し、ホルスの目は癒しや再生の象徴とされました。終焉の神の目元の模様は、このような神の目のデザインに似ていますね。イベントロゴに注目してみましょう。三角形の中に太陽をあしらったデザインが使われていますね。先ほど、太陽は神の目を象徴するとお話ししました。それを踏まえると、三角形の中に神の目が描かれているという解釈ができます。この意匠は、すべてを見通す神の目、
を意味するキリスト教の象徴、プロビデンスの目と非常によく似ています。終焉の神の目が、すべての終焉を見通すことができる、とされているのは、このプロビデンスの目と重なりますね。ところで、太陽に関係することで、気になる点が一つあります。日食は古くから、不吉の象徴とされてきました。古代の人々にとって、神の化身である太陽が姿を隠すことは、大きな不安を呼び起こす出来事だったからです。神話においては、太陽神の力が弱まる、日食、ですが、本作では、逆に力の象徴のように描かれています。それは、秘密の塔でアスタの予言が日食の日に起こること、さらに、終焉の神のスキル演出から見て取れます。このように、本来のイメージとは真逆に描写しているのはなぜでしょうか。少し視点を変えてみると、その理由が見えてきます。太陽と月が重なる現象は、陰と陽の結合とも捉えることができます。そしてその結合は、完全性を象徴するものでもあります。こうした考え方は、陰陽道における調和、錬金術で語られる、相反する2つの結合、さらには、カバラ思想のティクンオラムなど、古今東西の様々な思想体系にも共通して見られるものです。冒頭の刺激的な儀式も、これらの考えのように、陰と陽が調和をとることで、傷が回復する、完全なものになる、ということを意味しているのではないでしょうか。終焉の神には、インド神話の神、シヴァと重なる点がいくつか見られます。まず一つ目、どちらも破壊の神であるということ。インド神話で、創造の神、ブラフマー、維持の神、ビシュヌと並び、破壊の神とされるのがシヴァです。終焉の神も破壊の神として描かれていますね。二つ目の共通点は、目。終焉の神は、普段は両目を布で覆い隠していますが、解放されると、光線を放つ攻撃を行います。これは、シヴァの額の第三の目を思わせます。普段は閉ざされていますが、開かれると強力な光が放たれ、あらゆるものを焼き尽くすとされます。そして三つ目、終焉の神は、弓矢を武器としていますね。シヴァは、ベーダ時代の神、ルドラと同一視され、ルドラの別名、シャルバは、射るものを意味し、弓矢を持つ神として描かれます。これらの点から見ても、終焉の神のモチーフの一つには、シヴァ神が含まれているのかもしれませんね。シヴァの存在は、破壊と創造が表裏一体である、というインド哲学の根本思想を象徴しています。彼のもたらす破壊は、単なる終わりではなく、再生のための浄化を意味するのです。滅びがあるから神聖がある、このインド哲学の思想は、今回の伝説のテーマとして深く取り入れられています。そしてインド哲学は、今回の伝説だけでなく、恋と真空という作品全体の根幹にも通じています。主人公と真空男子たちは、様々な時空で、出会いと別れを何度も繰り返しています。これはまさに、インド哲学の代表的な考えである、輪廻転生ですね。この輪廻の果てに何があるのか、今後の展開が楽しみですね。改めまして、今回の伝説ストーリー、神に祝われし新章、古代近東の要素を中心に、様々な神話や文化、思想体系が巧みに織り込まれた、非常に見応えのある物語でした。見落としている点、解釈が間違っている点もあると思います。もし、皆さんの中で気づいたことや感じたことがあれば、ぜひコメントで教えてください。この動画が、皆さんの神に祝われし新章、および恋と真空への理解を少しでも深めるきっかけになれば幸いです。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。